チンラブジョイです。今日はですね、なんと私の映画仲間が来てくれましたよ。じゃあまずはですね、自己紹介してもらいたいと思います。助川さんからビジュさんから。はじめまして、助川さわこと申します。今回の映画の企画で脚本として参加させていただくことになりました。普段は劇団を主催したりとか演出したりとか、自分も役者として舞台に立ったりとかしています。最近はアニメのプリティシリーズっていう10年続いてるアニメがあるんですけど、それの脚本書いたりとかいろんなお仕事をしています。今回初めて映画ということでとってもワクワクしてます。よろしくお願いします。ありがとうございます。チームに入ってくれて。こちらこそありがとうございます。それでは監督。はい、監督の横山翔一と申します。最初ラブジョイさんとは新橋なんて物語という映画で僕が監督しまして、ラブジョイさんが出演という形でシリーズ1本やりまして、最新作のグッドバイバッドマガジンズという映画でラブジョイさんをまたご一緒させてもらいまして、でそのつながりで今回一緒に映画をやろうということで。どうですか、皆さんすごいチーム揃えたんじゃないですか。今日は視聴者がもっと私たちのプロジェクト、このヒップの映画分かるようにフリートークとか、まずは出会いからスタートした方がいいなと思うので。出会い言っちゃいましたね。すごいなんかいやすごい怖いですよね。ちょっと緊張が一回ほぐしますね。ほぐしながら。じゃあその出会いですね。なぜ一緒に映画撮ろうと思っていたんですか。変な外国人。やばい、ちょっと暑い。クーラーつけてください。まず最初この企画はシリガールという企画で美尻コンテストをモチーフにして事務映画をやろうっていうのが初め企画だったんですけど、それが3年ぐらい経って新しくヒップっていう企画として海外に向けた映画を日本で作ろうってことでラブジョイさんと一緒にぜひ私本当に誘ってくれた時にめちゃくちゃ嬉しかった。なんか今まで事務所とか会社にこれちょっと海外の方にも見せたいんですがって言っても、いや見せる必要ないですって毎回言われたので、まさかなんか海外の方に見せるために作りましょうとか、海外の方も見てもらいたいと思いながらこの映画作りましょうって言われた時にめちゃくちゃ嬉しかったです。テンション高くこの映画を作ってみたいと思います。新橋なんでも物語っていうのはピンク映画なんですけど、ピンク映画の中でもだいぶポップな映画で、それをぜひアメリカに私が持っていきたいですって言ってもらったのがきっかけですよね。いや、それ本当にその台本読んだ時もとか、あと現場に行った時も、これどうしても海外の方も見てほしい映画です。本当に天才で、だからヒップはどの映画になろうかなってちょっとうずうずしながら楽しみにしてます。この台本書いてくれた方、今回ね書いてもらう私かとの出会いです。そうだ、いやもう分かってる。複雑なんですけど、簡単に言っちゃうと知人の紹介ですよね。私の劇団の、メンバーの子がバーで飲んでたら隣にいたっていう。こっちがいろいろ話してて、この映画の話をしてたんですけど、隣のその方がもう撮影の話をしだして、本件のプロデューサーが映画関係の人ですかみたいな感じで話しかけてみたいな。でそれでそうです。奇跡の出会い。そう、本当にそう思います。オーマイガー。午前3時くらいに電話かかってきた私寝てたんですけど、隣にいる人がなんか映画関係者らしくてちょっとサーコの話していいみたいに言われて、いいよ。僕自身男だし、脚本一緒に組むのは女性がいいかなって思ってたんですよ。その時にちょうどそのプロデューサーとなんか女性の脚本家でも知り合いいないしみたいな、探したいですよねみたいな話をしてたらちょうどって感じだったんですよ。繋がってみたいな。これからヒップのストーリーについて話したいんですけど、さっき言ったのに今回のヒップの映画脚本女の子の方がいいですか。なぜですか。僕今まで一回も女性の脚本家の人と組んだことないんですよ。昔舞台やってたんで、主催の人たち、結構3本やってて、なんかやっぱりちょっと自分的にもちょっと殻破りたいというか、なんか新しい作家と仕事したいと思ってたのもあり、女性のその作家と仕事したらどうなるのかなっていうのが、それをやってみたかった、見てみたかった。別にその性別がどうこうっていうのでは別にないんですけど、今回の話ってやっぱり主人公は女性ですし、ではやっぱ女性が今のこの社会の状況とか、日本ならではの状況があるじゃないですか。
世界ではそうじゃないけど、日本の女性がこういう状況にいるみたいなのはなんか取り入れなきゃなと思ってたので、やっぱまあ我々だけではちょっと難しいところがあるかな。本当に正解と思います。女性の作家さんも選んでくれて。で、助川さん、全然もともとその段階では存じてなくてですね、お話聞いたら、大学が同じで、しかも舞台もやってるのも同じだったんで。わからないままあったって感じですいや、本当にわからないまま。噴火したら大変でしたよね。大変でしたよね。最初の顔合わせみたいな日は、まあその3人で会ってご飯食べたんですけど、やっぱ助川さんやっぱちょっと、まあそれは当たり前なんですけど、やっぱちょっとこう警戒。っていうのは紹介してくれた人が、いや紹介したいんだけど、冷静に酔いが冷めたらちょっともしかしたらやばい人かもしれないってちょっとその辺だけいつでもね逃げられるようにしときなみたいな一応その覚悟だけしながら会ったって感じですね。まあそうですよね。だから前情報が来てたから。そしたら大手も参加してないし、いや今回の映画はだし、まあやっぱりただのフリーの集まりなんで、ちょっとそこのね、こうやっぱセンサーがもしかしたらやばいかもっていうのがあったのかもしれないですね。どうですか、結局やばいと思いますか？いやびっくりするぐらい優しい感じだし、勝手に言いますけどなんかちょっと気が合うというか、いろんなやり方ってあるじゃないですか、監督さんによって。すごい厳しく進める人もいれば、もう絶対自分のやりたいようにやりますっていう人もいればみたいな。なんかそのやり方が全然わかんないですけど、なんか話してる感じ、一緒にやりたいなっていう気持ちに。めっちゃわかります。ですよね。ついていきたいな。そうそう。このまま行くんですかね。うまくいきますよ。ぜひ脚本と監督からヒップのストーリーについて聞かせてもらいたいんです。じゃあ割と僕大枠を話しますね。もともと企画としてもコンテストへ向かう女性、トレーニングの方っていうのをこう描こうっていうのがまず最初の企画としてあったんですけど、今回助川さんに入ってもらうってなって、女性の中でも一人の女性を描くんじゃなくて何人かの女性のそのトレーニングを経て、変わっていったりとか自分をこう見つけたりとか、そういうところをこう盛り込んでいくっていうような、作品になってます。あらすじみたいなものをじゃあ助川さんからあらすじでもまだ変わる可能性はありますけど、初稿がちょうど2日前に来てましたね。まだほやほやどころかまだ作り中なんですけど、主人公っていう人がいて、何々ちゃん今のさやちゃんっていう主人公なんですけど、体型にもともとコンプレックスを持ってるっていう設定にしてます。トレーニングするいろんな目的の人たちがいると思うんですけど、その中でも自分のことを嫌いというか自分に自信がないっていう子をまず主役にしたいなと思ってメインに据えました。でもそれだけじゃなくて、さっき監督がおっしゃってたように、群像劇というかいろんな女性像を描きたいっていうのもあったんで、逆にもう普段めちゃくちゃ鍛えてて、もう自分の体を美しくすることがもう全てみたいな、それにかけてるような女性もいるし、私も YouTube とかで最近よく見るんですけど、そういう筋トレインフルエンサーというか自分の自信を構築してるような人も、登場させたいなと思って、主にそういう自信がない2人とも本当に究極突き詰めたら自信が本当にあるのかってとこなんですけど、自分の体型にコンプレックスを持ってる人と自分の体型を美しくすることに全てをかけてるような、そんな2人の話を書いてますね。でそこにさらにすごい良かったなって感じです。今初稿を見て、楽しみにしてます。日本人が持ってるコンプレックス、自分の体型に対してと海外の方が持ってるコンプレックスは全然違うなってよく感じるんですけど、今回の映画でそういうテーマ表すんですか？以前ラブジュさんとお話しした時に本当にその話をして、私もすごいびっくりすることがいっぱいあって、私はずっと日本にいるので自分のことを好きな人って珍しいって思うんですね。特にその体型でいうともっと痩せなきゃっていう意識がすごいあって、傍から見たら細いとかその BMI 指数とか見たら全然基準値にいる人ももう太いみたいな、鏡で見たら太いところだけを目について全体的には全然普通の体型なのに、いやここが太いから痩せなきゃみたいなのでどんどんこう追い詰めるっていう習性が日本人の女性って特にあるかなと思ってて、海外は逆にどうですか？そういう人もいるんですけど、日本人みたいなんかもう全然その体型の人がアメリカに行ったら、もう逆に激細い
として見られるけど、日本だとなんか太いなんか私ちょっとぽっちゃりで、どこがぽっちゃりってよく思います。で、私が日本に来てなんか大きく見られるけど、本当はアメリカで全然普通の体型で、逆にもしかしてちょっと細くはないけど、私よりもっともっと大きい人います。で、そういう感覚がなんか違うなってよく感じます、日本では。日本って主語を大きくしちゃうのも一概には良くないですけど、私がいて感じることが、やっぱ周りのみんなに合わせなきゃとか、服とかも多分基準のサイズがもう細くできてて、これをみんなが着るから自分も着られる体型でいないととか、私も旅行とかで海外に行くとなんか自由になれるというか、私は私のスタイルでいいやって思って、自分が本当に可愛いと思った服とか着れるけど、日本に帰ってきたらこれ可愛いけど、でも日本だとちょっと派手で目立っちゃうかなと思って服着るのやめるとか、そう、なんかそういう空気を読んじゃうみたいな。そう、5年前日本に引っ越して、やっぱりジーパン買えなくなって、これアメリカで買ったんですけど、で、そこからスカートとかドレスしか着れなくなってきて、純ちゃんなんかお姉さん系の服が好きなんですね。そうじゃなくて、それしか買えないです。で、これしかないです。なっちゃいます。なんか今回のヒップの目標って何だと思いますか？もう、なんでジムものをやりたいかって思ったのは、やっぱりその体を鍛えるってことと、どう生きるみたいなことがつながってるなっていう感覚でやってたんですけど、それを描いた作品とかがやっぱないってことがあって、特に女性が体を鍛えることによって人生を変えていくっていうか、自分と向き合ったりするっていう映画は僕の知る限りでは多分ない。だからなんかそこをやっぱつなげたいなっていう、それが今の感覚というか、それをもっと映画でやりたいな。私がこれから映画作りますよってツイッターとか SNS に投稿した時に、みんながこれ AV ですかってよく聞かれて、確かになんかこれから映画作りましょうって会議した時に、これは18プラスするか、なんかたくさんの人見れるように設定にしましょうかって話した時に、なぜその18プラスにしなかったですか？多くの方が見れるように選択した理由は特にありますか？そもそもレーティング入ると、つまりそのセクシャルなものを描くってことですよね。それって結局どっちかのある特定のその性のその話になってくるというか、今 LGBTQ ありますけど、どれかの性にとっての話になっちゃうから、やっぱそれは今回の作品そうしたくないし、もっと普遍的な、どう人間が生きるかっていうところに持っていきたかったので、僕はね、ラビオさんとピンク取ったりしてるけど、この作品に関しては、そのレーティングっていう考えは僕もない感じです。ありがたい。そう、私もなんかこれから作ろうって聞いた時に、これはまたピンクなのかってよく分からなかったけど、多くの方がこの映画見れたら嬉しいなと思いますので、はい、皆さんということですね。今回のヒップ映画楽しみにしてますか？もうワクワク？はい、うずうずしてますか？今はね、このヒップ映画を作るため、なんとクラウドファンディングをしております。イエーイ！ありがとうございます。800万円ですね。はい。結構ハードル高いですけど、私は全然心配なし。皆さんも応援してくれませんか？応援してくれる方、ぜひ概要欄チェックしてください。リンク貼っておりますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。はい、海外の方もぜひよろしくお願いします。小川さん、小山さん、本当にありがとうございます。最後に何かメッセージありますか？ヒップ、本当に今まで多分日本、言い過ぎかもしれないですけど、日本の映画で多分こういうそのテーマで作られた映画っていうのはないと思うんで、まだ未知の映画をこれから僕たちで作っていきますので、ぜひうちの映画に応援をお願いいたします。応援お願いします。お願いします。はい、先ほど皆さんもおっしゃってたんですけど、すごい意気込みで初めての映画を作ろうということで頑張っています。やっぱり私たちにしかできないいろんな、世界に身を置いてる人たちが集まったからこそできるものが多分あると思うので、それで日本の女性だけじゃなくて男性だけじゃなくて世界中の人たちにエールを送れるような作品を作りたいと思っているので、どうぞ力を貸してください。お願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ皆さんバイバイ。応援よろしくお願いします。